こんばんは。はるです。今回はアタッカー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を新しく追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、最新版のアタッカー選手たちのティアリストになってます。今週だと、ライブの TOTS、そしてプレミアの TOTS 選手たちを新しく追加をしてます。まずは D です。D はですね、こちら新選手何名かいますね。ライブ TOTS のダビド・コスタ、そしてサブリーグからですね、TOTS のバンザ、そしてクチョエルなんですと。バンザは TOTS プラスのカードとして登場をしてます。また前回からだと下げた選手何名かいますね。RTTK のジョアン・ペドロだったり、あとはシソコなんかを下げてます。まずは新選手ダビド・コスタですね。スキル5逆足4という風なところは素晴らしいですし、テクニカルのプラスもついていて、身長もそこまで高くはないので、使いやすさは全然あると思います。重くてね、動かないっていうことはないですね。ただ、フィジカルがそこまでないからか、結構普通に取られます。あんまり理不尽さはない。軽いけど、なんか臭いというか、取られにくいっていう風な選手ではないですね。一応使いやすいんで C に入れようかどうかとちょっと迷ったんですけど、ただ、普通に取られよるんで、ちょっと技術が必要な自分のプレイスキルが必要な選手になって、ちょっと難しい選手にはなりますね。そして続いては、バンザですね。バンザはね、ちょっと対極で、でかいんですよ。でかくって、ちょっと重めな選手になってます。だから、人によってですけど、合わない人は本当に合わないっていう風な選手になりますね。で、使い方は本当に裏抜けですかね。で、もうスキルとか何も必要なくって、走って、それで置いていけるかどうかっていう風な勝負になりますね。パスもね、あまりうまくはないので、本当にそこの裏抜け、だけですかね。スピードを置いていけなければ、なかなか難しい選手にはなります。ただ、かといって、ペースも、90で、全然あるんですけど、95、6は欲しかったなっていう風な感じですね。一応空中戦はね、強い選手にはなるんで、クロスゲーをされる方ならありだと思うんですけど、ただ、別にバンザじゃなくていいっていう風な感じにはなってしまいますね。そして続いて、クチョエルなんですね。クチョの場合も普通に扱いがしやすい選手にはなっていて、スパサブがありかなっていうぐらいの選手にはなりますね。速さは全然ありますね。クイックステップのプラスもついてるので、単純な速さはあるんですけれども、やっぱ冷静さ80っていうのが全てにね、ちょっと影響をしているのかなというふうには思いますし、44っていうのもちょっと残念な選手にはなります。そして続いては C ですね。C はですね、こちら新選手いますね。TOTS ワトキンスですね。をここに入れてます。また前回からだとバースデーですかね。のフィリピ・アンデルソンを下げてます。新選手ワトキンスに関しては、この人もね、プレミアのね、S 選手ってことを考えると、ちょっと普通に厳しいと思います。なので、D に入れようかちょっと迷ったんですけれども、全アタッカーの中で、考えると、まだ使えなくはないのかなっていう風な感じにはなります。ただ、やっぱそんなに理不尽さはないですし、全然代わりはいる。そんな選手になります。扱いがしやすいっていう選手ではないかな、どちらかというと。若干身長は違いますけど、バンザの上位互換的な、存在にはなるかと思いますね。スキル逆足ともに4という風なところもちょっと寂しいですし、冷静さも84、もうちょっとあってほしいなっていうのは思います。あとはプレイサルプラス3つね、ついたのはいいんですけど、容赦なしがいいかなっていうぐらいで、他の2つはね、何か違うものであってほしかったなと思います。これがまたラピッドのプラスだったりとか、今週のプラスとかだったら、良かったかなっていうふうには思うので、OBR93 と高いですけれども、
当たり選手ではないですね。そして続いては B ですね。B はですね、こちら新選手の追加はないですね。前回からだとフューチャースターのニコ・ウィリアムズを下げたぐらいで、十分現環境スタメンを張れるぐらいの選手たちになってます。そして続いては A ですね。A はですね、こちら新選手の追加多くあります。TOTS の一幕ガルナチョ、あとはライブの TOTS ザハー、そしてサブリーグで来ていますね。TOTS の一幕ナニ、そして、こちらもライブの TOTS クドゥス、そしてサンマキシマン、そしてプレミア TOTS から SBC で来ましたアルバレス、そしてライブ TOTS ハフィーニャ、TOTS の一幕エンクンクと、これらの選手たちを新しく追加をしてます。まずはですね、新選手ガルナチョからいきます。ガルナチョはね、普通に強いです。全然強いし、30万ぐらいですか。結構値段も安くはなってはきてます。思った以上になんかぐんぐん安くはなりましたね。この人の注意すべきはフィジカルですね。フィジカル以外はかなりいいです。普通に強い。ただ、フィジカルが弱い。フィジカルがなかなか弱いので、そこだけは注意かなと思います。結構相手のディフェンダーとかも速いんで、速くてでかい選手が多くいるんで、これ追いつかれそうやなって思ったら、早めにこうダッシュ抜いたりとか、体を当てられないようなドリブルをしていくのがいいと思います。なかなか球際で負けてしまうっていうこともね、あるので、そこのフィジカルだけを注意しておければ、かなり相手に脅威を与えられる存在にはなれます。そして続いてはザハですね。アップグレード確かプラス1はもう確定はしてるのかなと思います。92になる予定ですね。逆足が4になったというふうなことは素晴らしいアップグレードになりますし、クイックステップのプラス、そしてクロスのプラス、あとパス面のプラス、3つともね、結構いいプレイスタイルプラスかなと思いますので、そこも、いいザハが来たなという風な印象を受けますね。あとは ST に置けるっていうのもいいポイントにはなりますし、ケミが合えばぜひね、使ってあげたい、そんな選手にはなるかと思います。ケミが難しいんで20万以内で買える選手にはなってますし、非常におすすめな、選手にはなりますね。そして続いては何ですね。何 TOTS 一幕で登場をした選手になります。サブリーグで、登場をしていますね。この人も本当ケミが合えばっていう風な感じですね。かなりね、難しいんでケミを合わすのが。だからこそ相手に見ることは少ないかもしれないんですけれども、実力はしっかりあるという風な選手になりますね。ケミ1とかでも結構強かったかな、自分が使った時は。なので、そうですね、何使いたいって方は、ワンチャンケミ1とかでもいいかもしれないですね。やっぱり55っていうのは、改めていいなと、感じさせてくれる選手になりますし、レースもかなりね、高いです。なんで逆足でも、しっかりシュートを決めきることができますし、軽さもあるのにフィジカルもちょっとあるっていう風な選手。で、またテクニカルのプラスっていうのも、非常にいいなと思いますし、ラピッドのプラスもついてるんで、本当にドリブルがかなりしやすくって抜き去ることができるっていう風な選手なんで、この人めちゃくちゃ強いな。本当ケミが合えば、十分100万クラスになっていた選手かと思います。そして続いてはクドゥスですね。ライブの TOTS という風なことで今後アップグレが期待される、そんなカードになってますね。44ではあるんですけど、そうですね、十分強い選手になります。操作感はね、結構いい選手で、軽くて速いっていう風な選手になるんで、使いこなせる方はかなりいるんじゃないかなと思いますね。またラピッドのプラス、あとはクロスのプラスも持ってますので、決定力が高くなったんですけれども、サイドのアタッカーとして、剥がしてクロスっていう風な使い方が十分できるという風な選手になってますね。またクイックステップもついてますので、結構いい選手になりますね。ほんとサイドの選手としてスキル5とか必要ない、別に44でもいいよっていう方は、かなりおすすめになってます。そして続いてはサンマキシマンですね。この選手もライブ TOTS ということでアップグレードが期待をされますね。強いですよ、やっぱこの人も。アタッカーとしてまず55ということは素晴らしいですし、決
定力もね、普通に高くなりました。もともとドリブルがかなり軽くて、使用感はね、いい選手にはなってましたんで、ドリブラーの方はね、好きな選手かとは思うんですけれども、そっからね、カバーして自分でも決めきれるようになったっていうのが、このサンマキシマンになります。また、普通に逆足しても決めてきよるんで、かなりね、止めるのが難しい選手にはなりましたね。またですね、フィジカルに関してもちょっとあったりする。それこそガルナチョより全然フィジカルは強い選手にはなる。ちょっと臭さもあったりとか、するので、かなりおすすめな選手になってます。サウジリーグですけれども、フランス人はまだ組みやすいかなと思いました。課金でね、当たった方もおられるかもしれないですけれども、普通に大当たりの選手だと思います。そして続いてはアルバレスですね。SBC で登場をした選手になります。5-5だったらより良かったかなっていうのは思いますね。スキル読んでも大丈夫って方はね、全然アルバレスでもいいと思うんですけれども、やっぱ軽さがあるんで、スキルも使えてればなっていう風には思います。あとはプレイスタイルプラスの部分ですね。パワーシュートは自分あんまりいらないので、そこもあんまりいいプレイスタイルプラスではなくって、で、チップシュートのプラス、これはもうほんまに意味ない。ほんまに意味ないから、トラップのプラスだけがまだいいかなっていうぐらいいいですね。だからここのプラスに関しても、もうちょっとアルバレスをね、強くすることはできたんじゃないかなと思ったりはします。ただ、40万で作れる選手としては、割といいかなというふうには思いますし、アルバレスかなり使用感いいと思う人はいると思います。それこそうちのエースだよっていう方もおられると思いますし、十分ね、使い方を極めれば、本当に強くなれる選手にはなりますので、決定力も高くですね、抜け出しなんかも上手い選手になりますので、もうちょっと、本当にもっと強いアルバレスを自分は見たかったんですけれども、これでも十分強くなったという風な選手ですね。そして続いてはハフィーニャですね。ライブ TOTS という風なこと、多分プラス1上がりかな。昨日のリーグ戦で、確定をしたんじゃないかなと思います。スキル5になったっていう風なことは素晴らしくですね。速さと軽さを兼ね備えているというこの人もサイドアタッカーになりますね。クイックステップのプラス、まだテクニカルのプラス、ここ非常にでかいなと思います。チップシュートはあまり意味はないですかね、自分的には。ただラピッドだったりとかもついてますし、スキル5にもなってますんで、アタッカーとしては非常に使用感よくですね、多くの方に合う、そんな選手なんじゃないかなと思います。あとは決定力という風な部分で、もうちょっと冷静さの部分だったりとか、決定力の数値自体が高くなれればですね、より決めきれることができるという風な選手なので、ここはアップグレーマッチかなと、思います。バランスファンの方からすると、結構強い選手にはなるかと思いますので、目ですね。そして続いてはエンクンクですね。TOTS の一幕という風なことで登場をしました。スキル5逆足4という風なことは素晴らしいですし、CM として、使うこともこの人はできます。ワンチャン CM の方がいいかもしれないですね。アタッカーで強い選手持ってる人は、3CM の一角でもいいと思います。テクニカルのプラスがやっぱこの人もいいですね。本当にコントロールスプリントを使っていればかなり楽な選手にはなりますし、この人もね、ガルナチョ同様、ぐんぐん値段が下がって、多分20万以内でこの選手は買えるので、めちゃくちゃコスパはいい選手になってます。普通にね、20万以内で買えるレベルの選手ではないですし、赤金で当たった方も多くいるかもしれないですけど、まだいいんじゃないかなというふうには思います。総合力十分ね、高い選手で、軽さもあるので、CM で使うにしてもアタッカーで使うにしても十分勝利に貢献ができる選手になってます。そして続いては S ですね。 S はですね、こちら多くの選手入れてます。ライブ TOTS、ドク、そしてプレミア TOTS ですね。ソン・フンミン、ハーランド、サラ、そして一幕からルイス・ディアス、そしてサブリーグ一番の大当たりですかね。TOTS、ディマリア、プラスになってますね。で、またプレミアからサカですね。これらの選手を新しく追加をしてます。まずはライブ TOTS、ドクですね。ジェレミー・ドクになります。
こちらもアップグレードがされるという風なことですね。プラス1かなは確定してると思います。むちゃくちゃ速い。むちゃくちゃ速いし、むちゃくちゃ細かいですね。スキル5いらないぐらいです。普通に。スキルもいらないほどに、その速さとドリブルの細かさっていう風なところで相手を置いていける、そんな選手になってます。またペナ内での冷静さだったりとか、シュートのうまさっていうのも兼ね備えてはいますんで、そうですね、本当にトップオブトップのウインガーの一人かなと思います。またラピッドのプラスだったりとかクロスのプラスもついてますので、かわしてそこからクロスっていうのも十分できる選手になりますね。テクニカルこそついてないですけど、あんま関係ないですかね。別にテクニカルコントロールスプリントを使っていってもいいですし、推進力はしっかりある選手になります。でこれがまたね、ちょっとフィジカルもあるっていうのがえぐくって、普通に触られても負けない力、持ってますので、むちゃくちゃ強いな。この人持ってたら本当にそうですね、一つ攻撃が楽になるっていう風な選手になります。そして続いてソン・フンミンですね。ソン・フンミン。ソンスキル4ですけれども、スキル4のアタッカーの中でもトップレベルに、強い選手にはなるかと思いますね。赤金で当たった方はこの人もね、いるかと思いますし、大当たりの選手だと思います。普通に。プレミアの中で言っても、かなり強いアタッカーになります。またですね、今週のプラス兼ね備えてるっていうのは素晴らしいですし、速いですね。普通にペースでも置いていける速さを持ってますし、その後の決定力っていうのも言わずもがなですね。この人も本当に損で走って決めるだけで、相手切断してくれるとかあるんで、余裕で持っていたら本当に楽になるカードですね。そして続いてハーランドですね。TOTS で登場をしました。Y より強いとは思いますね。一応ラピッドのプラスも新しくついてますので、空中戦だけではなくですね、細かさっていう風な部分では Y とはそこまで変わらないかもしれないんですけれども、速さという風な部分で Y よりプレイサルプラスでブーストさせれるという風な選手になってますね。この人も止めれないですね。スキル4で十分っていう風な選手になりますし、ドリブルでなんとかかわすっていう選手ではないんで、周りを使いながらそのフィジカルだったりとか空中での強さで相手を圧倒しつつ、決定力ですね、言わずもがなの力持ってますので、決めきるという風な選手になりますね。あとは本当裏抜けっていう風な部分で相手にマークされていてもですね、弾き飛ばしながら前に進むっていうこともできますので、圧倒的な当たり選手になりますね。そして続いてはサラですね。こちらもプレミア大当たりの選手になってるかと思います。スキル5になったサラですね。また逆足4にもなってますね。今週のプラスついてますし、かつドリブルもめっちゃうまくてテクニカルのプラスもついてるんで、遠目からの今週狙いつつ、無理そうなら自分で行きゃいいっていう風な選手になりますね。速さっていう風な部分と軽さっていうのもしっかり、ありながら、パスもねうまいので、普通にアシスト役にもなれるっていう風なところがいいポイントにはなりますね。ちょっとフィジカルもありますし、スタミナもねかなり高いんで1試合持つという風な選手になっていて、この人も同様ですかね。持っていたら本当に楽になれるという風な選手ですね。そして続いてはルイス・ディアスですね。TOTS 一幕で、登場をしました。ディアスに関してはね、個人的には好きな選手にはなりますので、来てくれて嬉しいなという風なところがまず一つですね。で、またスキル5にもなって、能力もこれだけ高くなりましたんで、非常にいい選手へとアップグレードをされましたね。よりファンタジー FC のカードから強化されたという風なことですね。この人もね、スキル5を持ってますけど、単純な速さが違うんで、普通にダッシュしてるだけで置いていけるんですよね。で、行き詰まったなって思ったらちょっと切り返してコントロールスプリント、テクニカルのプラスも持ってるんで、それだけでぐんぐん前に進めます。で、クイックステップのプラスもついてるんで、オフザボールっていうのも速いですし、フレアがそんなにいらないかもしれないんですけれども、白のねプレイサルラピッドとか、今週なんかもついてますんで、そうですね、 CF の報酬ルイス・ディアスぐらいは欲しかったなっていうのは個人的には、思います。でこういった当たった方もいると思います。で100万超えてるんで、十分、CF の報酬としては大当たりかと思いますね。めちゃめちゃ当たった方は羨ましいです。
そして続いてはディマリアですね。ディマリアサブリーグの選手として、一番値段が高くて当たりになるんじゃないかなと思いますね。逆足が4になったというふうなことと、あとプラスのカードになったっていうことで、サブリーグとして君は難しいですけれども、組みやすくなった。このプラスでね、かなりね、変わると思いますね。アルゼンチンの選手1人入れるだけでもケミさになれるんで、すごくいいカードになりましたね。で、また冷静さ、驚異の98まで、上がってはいますし、パスもめちゃうま。で、ペースも普通に速くって、決定力のね、フィニッシングがちょっと低いですけど、冷静さこれだけあるんで、十分ね、決めてくれる、そんな選手になってます。シュート力もね、高いんで。で、一応今週のプラスもついていて、カーブ値と、あとロングシュート値かな、99になってますね。で、テクニカルのプラスもついていると。フィジカルはね、そこまでなかったり、しますので、ガルナチョほど弱くはないんですけど、普通にフィジカルでやられてしまうっていうことも、ありますね。ただ、操作感は抜群ですし、クイックステップなんかもついてますし、非常に速さと、こういうとも軽さっていうのがありながら、スキルも5でテクニカルのプラスもついてるんで、アタッカーとしては非常に素晴らしい選手にはなりますね。一応右ウイングにも置けるっていうところもいいポイントかもしれないですね。そして続いてはサカですね。サカも非常に S で強化をされたというふうなことで、バースデーからランクを少し上げましたね。逆足が5という風なことは、素晴らしいですし、アタッカーとして4がね、あんまりっていう方は CM 起用も全然いいと思います。フィジカルとか守備能力もうちょっと欲しいかもしれないんですけれども、これでもアタッカーとしては高い方になりますので、攻撃的な CM としては十分活躍できる、そんな選手になってますね。あとは、決定力、普通に高いですし、レースもね、高いんで、決めきることがしっかりできるという風なこと。あとは今週のプラスなんかもついてますんで、CM にね、一列下ろすことで、シュートまだ打ちやすくなるかなと思いますので、今週バンバン狙っていってもいいんじゃないかなと思います。またペースもね、速くって、パスもね、うまいんで、結構本当に万能なアタッカーの最高峰の選手にはなるかと思います。スタミナもね、かなり高くはなってますので、1試合持つという風なところもいいですね。この人もね、赤金で当たった方はおられると思いますけれども、大当たりの選手の一人ですね。こちらがアタッカー選手の最新版のティアリストになってます。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。